こんにちは、あるいはこんばんは、ミーサです。今回は、浮気される女どう診断するゲーム、スリルな浮気、をやっていきます。浮気の、イラスト問題を解けるかどうかで、浮気され度を診断できるみたいです。では、早速やっていきますね。まず、ステージ1の1問目です。次から1の1、1の2と言っていきます。問題。私と彼は大学で同じサークルに所属している。今日はそのサークルの飲み会なんだけど、彼ったら早速酔ったみたい。これを見たら、一目瞭然よね。イラストが出てきました。右側にある手が自分、私、なんですね。この金髪の彼が、彼氏なんですね。で、思いっきりお隣の女に触られてますやん。触ってるところをタップしたらいいのかな？違うの。最初なので、答えを見ちゃいましょう。広告の動画を見ないといけないみたいですが、広告は飛ばします。顔が真っ赤。そういうことか。顔をタップすればよかったんですね。わかりましたよ。次行きます。1の2です。彼って、お酒にすごく弱いんだよね。さっき、乾杯したばかりなのに、すぐ酔っちゃって可愛い。これ、ほとんど減ってないのにね。ビールが、正解なんでしょうね。それどころじゃない気がしますが。1の3です。酔ってる彼を見たら、少しいたずらしたくなっちゃった。こっそり彼の股間を触ったら、驚くかな？そんな私の気持ちが現れてるのは、どれ？自分の手が正解なんでしょうね。かなり周りが見えてない感じですね、私。1の4です。じゃあ、彼の股間をもぞもぞと。先客がいる。私より先に誰かが彼の股間をまさぐってたみたい。先客の手は、これか。やっと、気づいたみたいですね、私。ということで、ステージ2になりました。私の彼は、家事が大の苦手。そろそろ洗濯物とか、かなり溜まってるだろうなぁ。そう思って彼の家に行ったら、ありゃ、驚かせちゃったかな。驚いた顔が正解ですね。焦ってるんでしょうけどね。家事がどうこう言ってる場合じゃないですよ。2の2。室内を見回したら、いつもと様子が違う。彼、急に歩き出したのかな？これ、自分でやったの？絶対やってないですよ。2の3。もしかして彼、家政婦さんでも雇った？先に誰か女性が来てないと、こんなもの置かれてるはずないよね？メンズもこういうカバン持ってることあると思いますが、まあいいです。2の4。先にいたのは、家政婦さんじゃなくて、浮気相手だったのね。言い逃れようとしても無駄だよ。ほら、そこにいるのバレてるからね。いいから、早くカーテン開きに行きなさい。3の1。単身赴任中の夫を喜ばせるために、内緒で訪ねた私。合鍵で中に入ると、夫は、入浴中みたい。長風呂しすぎたのかしら。すっかりのぼせたように見えるけど。どこに目ついてんの？ 3の2。あら、ずいぶんおしゃれなのを使ってるのね。香りもいいし、高級品みたい。もしかして、加齢臭対策かしら？きっとそうですよ。もういい歳ですからね。バカー。3の3。これは、さすがに、夫へのプレゼントじゃないわよね。私が来る時のために、用意しておいたのかしら？これ、クレンジングオイル、らしいです。3の4。夫ってば、こっそり浮気してたのね。お風呂が好きだからって、こんなとこで楽しまなくても良いでしょ？ほら、そこの泥棒猫、出てきなさい。放っておいても、もうすぐ顔出しますよ。4の1。今日は、私の誕生日。息子夫婦がお祝いに訪ねてきてくれたわ。しかも、わざわざこれを買ってきてくれたのよ。ケーキ好きすぎでしょう。4の2。そんな息子も今年で40歳。今では嫁をもらって、バリバリ働いている。
こんなに立派になるなんて、あの頃には想像できなかったわ。働きすぎかもしれませんね。4-3。あら、何かうめき声が聞こえるわ。息子の嫁の声っぽいけど、どこにいるのかしら？そんなに広い家には見えないですけど。4-4。やだー、嫁は姫ごとの最中みたい。しかも相手は息子じゃなく、私の夫に違いないわ。これが動かぬ証拠よ。息子はどこ行ったの？ 5-1。私の彼は、放課後に図書室で勉強するのが日課。でも、そんなの必要ないくらい、彼って、頭が良くて成績は常にトップなの。これを見ればそれが伝わるでしょ？ 100 点のテストで頭の良さをアピールしてるのかな？ダサい。5-2。あれ、意外だな。図書室で勉強する気にでもなったの？彼と違って、いつも遊んでばかりだったよね？ビリギャル、に憧れてるかもしれませんよ。5-3。もしかしてあの子、彼に勉強を教わってるのかな？彼は性格も良いから、頼られると親切にしちゃうんだよね。でも何か彼、具合が悪そう。その様子じゃ、他の子の面倒見てる場合じゃなさそうだよ。この子のどこを見たら勉強してるように見えるの？5-4。ちょっと何してるのよ。勉強は口実で、最初から彼を誘惑するのが狙いだったわけね。それ、バレてるから。普通、彼もびっくりするでしょう。ってことは、この二人はかなり前から恋人同士。あなたが、浮気相手じゃないの？6-1。一人で頑張ってる夫のために、サプライズで渡米した私。和食が恋しい。って言ってた夫に、料理を作ってあげるつもり。って、別人みたいになってるじゃない。まあ、それは、よくある話、でしょう。6-2。せっかく日本食を作ろうと思ったのに、必要なかった？随分ワールドワイドなメニューだけど、夫が買ってきたのかしら？そういう料理を食べたい時もあるでしょうよ。6-3。最悪なものを見つけてしまった。夫ったら単身赴任中なのを良いことに、浮気してたんだわ。浮気相手とこれを使ってたのね。奥の人こっち見てるよ。先に気づこうよ。6-4。びっくりした。夫が家事を頼んでいるのかしら。って、その様子じゃ他のことまで頼んでいそうね。あんたが浮気相手ね。これはまだ、限りなく黒に近いグレー、かな。7-1。今日は彼の家に、弟カップルが遊びに来るんだって。私も会ってみたい。そう思って、彼の家に行くと、もう、だらしないな。お客さんが来るんだから、これは洗濯機に入れておこうね。視力が悪いんでしょうね。7-2。あれ、もしかして私より先に弟カップルが到着してる？これってきっと、弟くんの彼女が脱いだやつだよね。そうでしょうよ。7-3。これは彼の字だよね。でも、私に当てたものじゃないみたい。一体、誰に渡そうとしたの？奥の人ですよ。ひっくり返ってる方。7-4。弟くんは休養ができて、先に帰っちゃったんだって。ってことは、あれは彼と弟くんの彼女？見えてたんかーい。8-1。私と夫は、結婚5年目。新婚当初と変わらずラブラブだけど、ここしばらく夜の営みはお預け中。その理由は、これを見ればわかるでしょ？まあ、それは仕方ないですよね。8-2。今日は私の妹がお見舞いに来てくれた。妹には泊まっていくよう勧めたわ。だって、旦那と二人で、次々とこれを空にしたんですもの。飲みすぎて、理性、ぶっ飛びすぎです。8-3。なんだか妙な声が聞こえてるわ。女性がすすり泣いているような感じ。声の主は、ここね。せめて、声は我慢しないと。8-4。この声って、寝言じゃなく、喘ぎ声だわ。妹ったら一人で何やってるのよ。って、思ったら、声の原因はこれ？
慰謝料たくさんもらいましょう。9-1。私は同じバイト先の彼と付き合ってる。今日は一緒のシフトなんだけど、彼ったら更衣室から全然出てこない。もしかして、それが汚れて困ってるの？困ってたら、もっと前に電話してきてませんか？ 9-2。あれ、どうしてバイト先のロッカーにこんなものが？やだー。彼のエッチ。きっと、私に使いたくて、持ってきたのね。ちょっと、嬉しそうですね。9-3。やーん、彼ってば、猫耳みたいで可愛い。なんて、言うわけないでしょ？それ、誰のよ？他のバイト仲間のですよ。9-4。まさか彼、更衣室で下着泥棒でもしてたの？そう思ったけど、違った。彼がしていたのは、浮気なのね。これが動かぬ証拠よ。そもそもこれって、男女どっちの更衣室よ？ 10-1。夫と私は同じ高校に勤める教員同士。私は、保健室の養護教員で、夫は国語の教師をしてる。ある時、夫が授業してる教室を通りかかったら、あら？何か体調悪そうね。皆さん、国語の教科書、机の上に出してくださいね。10-2。やっぱり夫は体調が悪いみたい。様子がおかしいわ。私以外にも、心配してる人がいるようだけど。早く授業始めてください。って言いたいのかも。10-3。このクラス、今日は欠席者いなかったわよね。保健室に来た子もいないのに、どうして空いているのかしら？屋上でサボってる、ってことはありえませんか？ 10-4。あの席の生徒がいるのは、わかった、ここね。って、授業中にそんなとこで何してんのよ。授業中、ずっと、そこにいるのは相当きついでしょ。頑張れー。11-1。勤務中の夫から電話がかかってきた。なんでも昇進が決まったんですって。すごいじゃない。今夜はねぎらってあげましょうね。おめでとうございます。11-2。昇進祝いの飲み会があるから、夕飯はいらない？しかも、飲み会で酔いつぶれた部下を連れてくるですって？もう、仕方ないわね。って、部下ってその人。確かに、このタイミングで異性の部下を連れてきたら焦るな。11-3。あら、変だわ。地震でもないのに、どうして揺れているのかしら。どうやったら、そんなに揺らせんのよ。この二人器用すぎでしょ。11-4。揺れの原因がわかったわ。私にバレないとでも思ったのかしら。ほらそこ、やらしいことしてるのが見えてるわよ。これはグレーでしょ。二人の距離、まだ結構ありますよ。12-1。私はバスケット部のマネージャー。みんなに内緒でキャプテンとこっそり付き合ってる。うちの部は、最近、嬉しいことが決まったの。なんだかわかる？何人かと、こっそり付き合ってるタイプかもねー。きっと、あなたはその一人に過ぎない。12-2。彼は、我が部のエースなのに、全国大会での試合に出られそうにない。その理由は、これで察して。バスケ以外にも、体を使いすぎたからだったりして。12-3。体育館を覗くと、うめくような声が漏れてきた。もしかして彼、泣いてるの？声だけじゃなく、これも泣いてる証拠に思えるよ。というか、先に緑色のシーツみたいなのを気にしてよ。12-4。待って。彼は、喜んでる最中だったみたい。泣いてるんじゃなくて、泣いてたんだね。彼を泣かせたのは、あれね。隠れるんならもう少し上手にね。13-1。私の彼は、せっかくの休日も家で寝てばかり。たまには外でデートしようと誘いに行くと。あれ？これ、脱ぎっぱなしだなんて珍しいね。疲れてたら、そういう時もあるかもね13-2。てか、部屋に入った時から気になったんだけど、変な匂いがするよ。生臭いというかなんというか、あれが匂いの元かな。ちゃんとしてよ
またまた何の匂いか、気づいてるくせに。13の3。いつも全然外に行かないのに、なんでこんなの出してあるんだろう。しかも作動中みたいなんだけど、部屋の中でも撮ってたの？こういう時って、録画データも確認するんでしょうか？そりゃしますよね。13の4。わかった。彼は浮気を楽しんでいるとこだったんだ。それでごまかせると思ったの？浮気相手がそこにいるの、バレてるよ。ワンルームでしょうか？隠れる場所少なそうですもんね。今回はこれで終わりにしたいと思います。引き続き、この、スリルな浮気、をやっていくので、ぜひ見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。では、ミーサでした。さようなら。